出たかぼちゃ出た。かぼちゃ出た。何をいただけるかと。モンスターを、はい。テーマにしたもので、こんな感じで今回コーディネートかわいいのかこれ新しいアイコンと同時に表示されてますけど、名付けてサンダートラップ。ちょこっとあら、なんかできた。ちょこちょことそのなんか嫌がらせのようなダメージを。皆さん、ウォーランダー楽しんでますかということで、ウォーランダーチャンネル今回もやっていきたいと思います。MC の山野智蔵です。どうぞよろしくお願いします。さあ、このチャンネルでは基本プレイ無料のオンラインマルチプレイヤーゲームウォーランダーのゲーム内とリアルのイベント、アップデート情報や初心者からコアプレイヤー向けの Tips などをご紹介しております。今回もウォーランダーディレクターの竹さんとともにお届けしたいと思います。竹さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、着々とアップデート出ておりますが、今回も新情報いただけるということで、今回はどんな情報いただけるんでしょうか。そうですね、はい、今10月ですけれども、はい、イベントで真っ先に思いつくのが温泉&紅葉ではなくて、すいません、ハロウィン。ハロウィンですよね。そうですね、日本人みんな大好きハロウィンかなと思います。はい、で、今年もハロウィンイベントを開催することになりましたので、こちらまず紹介させていただければと思います。ハロウィンイベントの、おさらいをしたいと思うんですけど、おさらい、はい、いつもイベント参加していただいている方では、いつもおなじみのルールになってます。ちょっとこうやって出撃してバラポイント稼げるようなアクションをするとですね、要所要所で出現するようになってるんですけれども、何が出現するのかというと、倒したり、出るか。かぼちゃ出た。かぼちゃ出た。これ叩くんですか。これかぼちゃを叩くとですね、うわー、ここキャンディーが出てきます。敵を倒してたりとか、なんかバラポイントを稼ぐようなことをしてですね、かぼちゃを出現させてください。今出たかぼちゃは一番下の一番地味なやつです。今一番地味なやつ。地味なやつ。ちょっとね、色付きかぼちゃ出すとですね、たくさんキャンディーが出るので、ちょっとそれ狙って。じゃあ今のノーマルかぼちゃ。ノーマルかぼちゃです。なるほど。ノーマルかぼちゃなのにね、グレーでね、なんかあんまり美味しそうじゃないですよ。確かに。フォークあり。どうだ。倒したは出たんですけど。かぼちゃ出てますよ。下。出てる。それ出てますよ。どうしたです。色が違いますよ。それなんか明らかになんか光ってるが違いますよ。青いかぼちゃ出た。これを叩くと。痛い。ソール痛くちゃった。ソール痛くちゃった。ほら、青いキャンディーが本当だ。出ました。28点出てる。はいね、こうやってちょっと色付きかぼちゃだと、ちょっと苦労して手に入れましたけど、なんかね、ここ来るまで何回収録し直してたって感じですけれども、よし、勝った。ナイス。勝つとですね、なんとですね、いつものパターンでいくと、ここからのタイムが楽しいタイムなんじゃないですか、これ。こうやってね、かぼちゃがね、あちこちになんか赤いのがある。飴がでかい。きた。ゲームの中で壊したかぼちゃによってですね、こういった今画面に出ているキャンディーを集めることができますので、こちらの方で集めたキャンディーを使ってこの後紹介するショップの中でハロウィン専用アイテムのショッピングが楽しめるようになってます。さあ、というわけで竹さんにハロウィンイベントを紹介いただきましたけれども、キャンディーはかなり集めるの楽しい、僕も毎回楽しみなイベント、いつもはキャンディーじゃないですけど楽しみなイベントをさせてもらってるので、今回も楽しみたいと思いますが、問題はやはり集めたキャンディーで何をいただけるかというところですね。ここからキャンディーで控えるちょっとアイテムについてご紹介いただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今回のイベントで手に入る、いろいろアイテムを紹介させていただきたいと思います。ハロウィンらしくですね。なるほどね。こういうなんていうんですかね、ハロウィンのコスプレでみんなが身につけたくなるようないろいろなモンスターをテーマにしたものをいろいろさせていただきました。特にね、今回一押しがこのフランケンシュタイン。これめちゃくちゃいいですね。そうなんですよ。アップでやるとこんな感じで、ちょっと後ろまで丁寧に。本当だ。じゃあせっかくだから全部ですね。なんかやっぱね、みんなね、こうちょっと切断面めちゃくちゃ凝ってる。欠損パーツ、レーティングアウトなんじゃないか。いや、そうですね。レーティング的にはちょっとどうなのか、これ議論の余地ありますよ。そうですね。
最後ですね、このジャック・オー・ランタン、やっぱり、はい、皆さんハロウィンってやっぱり代表的なものといえばジャック・オー・ランタンになると思ってます。こういったサーバントも入れさせていただきました。あとやっぱり何よりもみんな一番欲しがるのがイベント専用のタレントなんじゃないかなというふうに思います。今回も新しく新作タレントを用意させていただきました。で、このシャフの長髪なんですけれども、エモートで長髪を使ってください。なんか長髪ってみんなエモートに設定してない方いるんですけれども、あえてですね、相手に対してちょっと煽るような文句と一緒にですね、このタレントを発動させていただくと、なんと兵器運搬速度がですね、速くなるっていうバフがつくようになっています。戦略的に使えるタレントですので、ぜひ手に入れていただけたらと思います。意外にバフかけられるの忘れがちになるんですよね。こんな感じで今回コーディネートしてみました。現代風装備のタンクトップと非常にこのフランケンシュタインマスク非常によくマッチしております。戦士がマッチョだからやっぱり合いますよね。フランケンシュタイン感すごい出ますよね。そうですね。完全な怪物ですね。いいですね。可愛いのかこれ。そうですね。ちょっとゾンビガールって感じですね。短いスカート履いてちょっと可愛らしいコーディネートになっていますけれども、片手には倒した相手の腕をちぎってですね、なんとメースにしているっていうちょっとこういうちょっと恐ろしいゾンビ風のちょっとコーディネートしてみました。思った以上に拳でかかったですね。最後がジャック・オー・ランタンと一緒ですね。なんかね、魔法使いはね、もともとこういうちょっとホラーテイストなものがあるんですけれども、非常にそのジャック・オー・ランタンと合わせるとなんか邪悪な、いいですね。そうですね、ダークファンタジー調の魔法使い作ることができますので、ぜひ今回のハロウィンイベントでいろいろなアイテムを集めてですね、こういったちょっとオカルト的なホラーコスチュームプレイ楽しんでいただけたらと思います。はい、ありがとうございます。ということでね、ハロウィンイベント詳細はねまた発表があると思いますので、皆様楽しんでいきましょう。さあ、というわけでハロウィンイベントについて武さんにかなり詳細にお伝えいただきましたけれども、今日はまだ終わりではないというふうに聞いておりますが。そうですね、はい、皆さん、ついにお待ちかね、いつも大体お待ちかねなんですけれども今回も皆さんお待ちかねの新スキルの紹介させていただきたいと思います。今日はどの結構ローテンションの順番で皆さん想像がついてると思うんですけれども、今回はですね、新しい魔法使いの新スキルが登場する形になります。今回新しく登場するスキルなんですけれども、ちょっと画面の下にですね新しいアイコンと同時に表示されてますけど、名付けてサンダートラップ。罠系だと。そうなんですよ。罠系の新しいトラップになるんですけれども、しかも皆さん待望のですね、新しい電撃系の属性のスキルとなります。なるほどなるほど。タレントパークでなんか電撃系結構強化している方にとっては新しいスキルが欲しいということで、ご要望にお答えする形で登場する形になりました。サンダー統一。そうなんですよ。ちょっと早速ね使ってみたいと思うんです。罠系だっていうのはなんとなく名前から予想はつきますが、ちょっとアイコンから想像できないですか。そうですね。これでどんなスキルかっていうと、こんなところにですね、ぴょこっとなんかできた。設置することができるスキルになっております。投げつけたやつの近くにですね、電撃をですねバリバリ出してちょこちょことなんか嫌がらせのようなダメージを出し続けるっていう。結構でも効いてますね。そうですね。でこれダメージ受けてる間サンダー属性ですので、移動速度も半分になってしまうので、なるほど、射程範囲内になるとダメージを受けてしかも移動速度も低下するっていう、結構リスクの高い、トラップになってます。結構有効そう。こういうところに、ちょっとポイと投げつけて、ここら辺一帯の敵の動きを束縛することができるというスキルなんですけれども、これでね投げつけることできるとあんまり射程長くないです。もう結構結構自分の足元に落ちる形になってますね。でこれがねどこが、今回売りなのかというと、さらにですねもう一個ねちょっとすごい売りがありましてですね、なんと壁に貼っつけることができるんです。立体的にいけるんだ。そうなんですよ。なのでちょっとこう床だけじゃなくて壁に貼っつけて隠して出したりして、敵通りそうだなっていうようなところにこっそり置くっていうようなちょっとやらしい使い方をすることもできるようになってます。いやこれは強そう。そうですね。ウィンドトラップみたいに数配置するっていうことはできないようになってるんですけれども、その代わり1個だけで結構いろいろな使い道があるスキルになってます。
ますので、トラップ派の皆さんもですねちょっとウィンドトラップと合わせていろいろ場面に応じて使い分けてもらえたらと思います。あと直接ですね攻撃することで破壊することもできるようになっていますので、なんだサンダートラップあるじゃんっていうふうに気づいた方はですね、ボウガンとかですね、なんか射撃武器で壊すことで除去することもできるようになります。こういう感じで正面戦いたくない魔法使いの皆さん、ぜひこれでちょっとキル数稼いでもらえるかなと思います。かなりいい構想ですね。射程範囲はそれなりにあるよなっていうふうに見てたんですけど、さっき見てたらどっちか近い方に先に反応する感じなんですかね、範囲内で。そうですね。一人だけに反応するようになってます。それだとちょっと近い方に向かわれます。いや、ちょっと範囲内にいる敵全員にダメージ与えてたらちょっと強すぎますからね。そうですね。ちょっとこいつ片付けたから。そうですよね。切り替わるっていうのは結構強いですし、案外いるんだよな。壊れずにずっとフィールドに。結構ね、一回配置されてからの持続時間も結構長い。長いですよね。いや、これ結構使えるんじゃないかな。ちょっとまだ開発チームの中でも使い方研究されてないんですけど、いろいろ研究されると新しい軸になるんじゃないかなというふうに思ってます。かなり立ち回りの幅が魔法使い広がりそうですよね。そうですね。以上、サンダートラップでした。はい、ありがとうございます。さあ、というわけで本日もエンディングやっていきたいと思いますが、今回はハロウィンのイベントと、そして新スキルサンダートラップをお伝えさせていただきましたということでございますが、いやまたもりもりとアップデート情報来ておりますけど。そうですね。今年の秋もハロウィンと元気で良い秋を過ごしていただければと思います。元気でね、ビリビリしていただいて。元気の秋ですからね。よくわからないまとめをたくさんにしていただきましたけれども、またちょっと次回も新情報いただきたいなと思いますので、引き続きたくさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。よかったらチャンネル登録、グッドボタンのほどよろしくお願いします。それではまた次回のウォーランダーチャンネルでお会いしましょう。さようなら。